こんにちは。今日はモモンガカーディガンを編んでいきます。使う糸はダイソーさんのグリッターベール。色はローズダスト。35g 入って約115メートル。材質はポリエステル、アクリル、ナイロン、ウール。使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいくんですが、鎖のところだけ9号で編んでいきます。あとはハサミととじ針とマーカーとあればクリップを使います。このグリッターベールは柔らかなモヘア調の糸とキラキラの糸が一緒になっています。キラキラの糸が一緒なんですが、あまり硬い感じがしなくて柔らかな感触です。これで編んでいくんですが、ちょっと細いのでサンプルは太い糸を使って編んでいきます。まず四角い本体を編んでいきます。鎖の数を163目にして横幅約95センチにします。幅を変える場合や、あと違う糸で編んでいく場合には6の倍数プラス1にします。でサンプルは小さく編んでいきます。太い方の針を使って鎖を編んでいきます。でこの糸の時は10号を使って編んでいこうと思います。95センチよりも余分に編んだら1段目の細編みを編んでいきます。で細編みを数えながら必要な鎖の数にします。この鎖を数えるよりも細編みの数を数える方がやりやすいと思います。細編みをするので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、隣にも細編み、次もでこれをしばらく編んでいって必要な鎖の数になるように細編みを編んでいきます。必要な長さまで編んできました。これが好みの幅だったらこのまま2段目に移ります。もう少し広くしたい場合や狭くしたい場合には6の倍数で増やしたり減らしたりしてください。で2段目を編んでいきます。まず鎖を1つ、裏返します。鎖の根元に細編みを1つ、でマーカーをつけておきます。で鎖を1つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、
鎖を2つ、1、2、同じところに長編み、鎖を1つ、足元2つ飛ばして3つ目に細編み、これで細編みと鎖1つ、長編み、鎖2つ、長編み、鎖1つ、細編み、これを繰り返していきます。細編みの次は鎖を1つで、足元1、2、3、長編み、鎖を2つで、長編み、鎖を1つ、細編み、1、2、3、鎖1つと2つと1つ、次も同じように細編みの次は鎖1つ、1、2、3、長編み、鎖2つ、長編み、鎖を1つで、1、2、3、細編み、次は3段目、鎖を4つ、裏返します。この三角に針を入れて玉編みを編みます。ちょっと変わった玉編みを編みます。まず針に糸を絡めます。で、三角の中で糸を引き出します。指で押さえてまた糸を引き出します。もう一度全部で3回。これで3回糸を引き出しました。端の1本は残しておいて一度に引き抜きます。で、2本を一度に引き抜きます。これでちょっと変わった玉編みが1つ。玉編みの次は鎖を2つ。1、2で、また玉編みを編みます。絡めて三角押さえてまた糸を引き出します。これで2回目、もう一度糸を引き出します。これで3回糸を引き出しました。端の1本は残しておいて一度に引き抜きます。2本になったらまた引き抜きます。玉編みが終わったら鎖を2つ。1、2。また玉編みを作ります。
全部で3つ引き出して押さえて引き出して3回で端は残して引き抜きます。2本を引き抜きます。これで玉編み鎖2つ、玉編み鎖2つ、玉編み3つが終わったら鎖を1つ、こっちは鎖2つでここは1つで、また玉編みの塊を作ります。次の三角絡めて2、3で引き抜きます。鎖を2つ、1、2で同じところに玉編み、3回引き抜きます。玉編みの次は鎖を2つで、もう一つ玉編み、1、2、3で引き抜きます。これで玉編みが3つできたら鎖を1つで、また玉編み3つ、1、2、3鎖を2つで、また玉編み、鎖2つで玉編み、これで玉編み3つ。今までは玉編み3つの間には鎖1つ、3つ編んだら鎖1つだったんですが、端では鎖を編みません。3つ編んだらこのまま下の細編みに長々編み、マーカーをつけていたところ、長々編みは2回絡めて、で細編み2本ずつ引き抜いていきます。これで3段目。次は4段目。4段目は方眼編みをしていきます。まず鎖を3つ、これは長編み1本の代わり、マーカーをつけておきます。次は方眼編みの横幅分、鎖を1つ、全部で鎖は4つ、裏返します。で、玉編みを飛ばして玉編みと玉編みの間に長編み、鎖4つの後に長編み、
これで四角ができました。次も四角を作っていきます。鎖一つで玉編みと玉編みの間、次も玉編みと玉編みの間、鎖一つと長編み、次も鎖一つ長編み、この四角を繰り返していきます。鎖一つと長編み、で端でも鎖一つで長編みは玉編みの次、鎖の下から4つ目、最後も四角ができました。ここは鎖1、2、3、4つ目、次は5段目、鎖を1つ裏返します。5段目は細編みを編んでいきます。鎖の根元、マーカーをつけておきます。次は四角の中に針を入れて細編みを1つ、次は長編みの上、次は四角、長編みの上で四角、これを端まで繰り返します。で四角の中に細編み、端の鎖に細編み、下から3つ目の鎖に細編みをします。このマーカーをつけていたところ、1、2、3、この2本の糸の下になるように針を入れます。これで5段目が終わりました。次はここの段、同じことを繰り返します。こことこことここと、これで一つの模様になっています。次はここ、同じなんですがちょっとだけやっていきます。まずこの部分、鎖一つで裏返して細編み、で鎖を一つ長編み、足元2つ飛ばして3つ目、1、2、3、ここに長編みを1本、
鎖を2つ、長編み、鎖を1つで、足元2つ飛ばして3つ目、3つ目はここ、また同じように編んでいきます。6段目の端まで来ました。次は鎖を4つ、1、2、3、4、マーカー、裏返します。で、三角に玉編み、鎖を1つ、これを繰り返します。7段目の端は長々編みをします。8段目は方眼編み、鎖3つ、もう一つ鎖を編んで裏返します。で、玉編みと玉編みの間、鎖一つ、玉編みと玉編みの間、鎖一つで玉編みと玉編みの間、これを端まで繰り返していきます。8段目の端でも鎖1つで、鎖の下から4つ目、マーカーのついているところに長編み、1、2、3、4、次は9段目、鎖を1つで裏返してずっと細編みを編んでいきます。まず鎖の根元、で四角に細編み、長編みに細編み、でこれの繰り返しです。しばらく編んでいきます。余分な鎖はほどいておきます。長めに残っている場合にはハサミで切って最後の鎖を残してほどいてしまいます。でこのまま編んでいきます。この模様が18段になるまで編んでいきます。最後は細編みで終わりにします。でこの
細編みの表の方が表です。こっちは裏で、細編みが表の方が表。これだとちょっと大きくて見にくいので、こっちで説明します。でこれが模様18段まで編んだ状態。最後は細編み。で、表が内側になるように上下に折ります。今こっちが表。こっちは裏。表を内側にして半分に折ります。で、腕が通るところを残して、ここからここまでを閉じ合わせていきます。反対側も同じように閉じ合わせていきます。閉じ合わせる位置にマーカーをつけます。閉じ合わせない長さは細編みと細編みを合わせて上から約14センチ、ちょうどこの模様3つと細編みのところ、下からマーカーのところまで閉じ合わせていきます。最後の細編みから糸を抜きます。この残す糸端の長さは閉じ合わせる長さの3倍から4倍残します。1、2、3、4倍ぐらいで糸を切ります。で、閉じ合わせていきます。内側が表、こっちが表で、こっちが裏。閉じ割りで閉じ合わせていきます。手前の糸端の出ているところ、ここに針を入れます。で、向こう側の端、で、同じところにもう一回次は細編みと細編みの部分、向こう側の細編み、でここからこの細編みを合わせていくんですが、ずれていかないようにあったらクリップをつけていきます。でなければ洗濯バサミとか使ってもいいかと思います。でこの細編みと細編み、でこことここの間を閉じ合わせていきます。模様の向きが違っているので同じようにはできないんですが、大体で
合わせていきたいと思います。この次の細編み、反対側は長編み、次は長々編み。こっち側が2本になるようにすくっています。で、こっち側、次も長々編み。で、この細編みと反対側の細編み、次は細編みと細編み、もう一回で、次に細編みと細編みにします。で、端はもう一回で結んでおきます。で、あとは隠していきます。こういう感じになりました。で、この糸足も隠していきます。
もう一方も同じように閉じ合わせていきます。まず端と端、この糸端を結んでおきます。で、次はこの細編みと細編み、さっきと同じように閉じ合わせていきます。で、このままマーカーのところまで合わせていきます。両方を閉じ合わせてきました。次はアームホールを編んでいきます。さっきの状態だとここが狭くて見づらかったので、ちょっとほどいて広くしました。この状態で説明します。で、裏返します。表が見えています。ここで長編みで一周します。で、この細編みに針を入れます。で、新しい糸を出してきます。鎖を3つ、1、2、3、隣の細編みに長編み、長々編みには長編みを2本、次は長編み、長編みには長編みを2本、細編みには1つ、次の細編みにも長編みを1つ、長々編みには2本、長編みには2本、これで一周します。ぐるっと編んできました。ここが閉じ合わせた部分。この手前の細編みに長編みを1つ、閉じ合わせたところに長編みを1つ、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目は引き上げ編みをします。鎖を2つ。で、下の鎖の後ろを通って糸を出します。
これを長編みでします。絡めて鎖の後ろで長編みをするので2本ずつ引き抜きます。次は裏の引き上げ編み、絡めて後ろから針を出します。でまた戻って長編み、3本のうち2本引き抜いて2本、これで引き上げ編みの裏、次は表、ここと同じように表、次は裏、次は表、次は裏、これで一周します。最後は裏の引き上げ編み、最初の長編みに引き抜きます。鎖ではなくて長編みのところ、ここに引き抜きます。次は3周目、鎖を2つで、この表引き上げ編みの上に表引き上げ編み、次は裏、次は表、次は裏、これで一周します。また一周したら最初の長編みに引き抜きます。鎖を2つで、表の上に表、同じように編んでいきます。でこれをしばらく繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。5センチぐらいまで編んできました。段数は6段です。私が着ると手首と肘の真ん中ぐらいになりました。これは好みの長さにしてください。でこの糸始末をします。これが最後の長編み、これが最初の長編み、最後の長編みから糸を引き抜きます。でこのまま引き抜いて、最初の長編みに針を入れます。手前から向こうにで戻って最後の長編み、このまま後ろに針を出します。
後ろで糸始末をします。もう片方も同じように編んできました。次は内側をぐるっと編んでいきます。こっちが本体の編み始めのところ。こう編んでいって、ここが終わりの部分。で、ここら辺から編んでいきます。表を手前にします。こっちが表で、こっちは裏。模様が逆さまになる位置。で、ここら辺からスタートします。袖と同じように、まず長編みを編んでいきます。鎖を3つ。1、3で長編み。隣にも長編み。次もこのまま長編みで一周します。閉じ合わせたところにも長編みを1つ。次もでまた一周編んでいきます。1周目の最後の長編みを編んだら、最初の鎖の下から3つ目に引き抜きます。次は2周目。袖の時と同じように編んでいきます。鎖を2つ。で、鎖に引き上げ編み。表、引き上げ編み。次は裏。次は表。次は裏。表と裏を交互に繰り返して一周します。2周目の終わりは裏の引き上げ編みになります。もし裏になっていなかったらごまかしてもらって大丈夫です。最初の鎖ではなくて長編みの頭に引き抜きます。ここではなくてここ。これで2周目が終わりました。次は3周目。鎖2つで表の上に表。袖の時と同じように編んでいきます。で、これで6段編んでいきます。
お尻まですっぽりと隠れるゆったりとしたカーディガンが出来上がりました。この模様と今回使った糸ととても合っていて可愛く出来上がりました。サイズを測ってきました。上から下までは82センチ、横は100センチ、間は14センチ、袖は9センチの5センチ。使ったのは 320g。9玉使いました。9玉使って残りはこれだけです。ゆったりめに編む方はもう少しあった方がいいかなと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。